今回は与田祐希、弁明トーク到着後の歌たちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。田舎者のおおらかさで切り抜けようとしてる。大丈夫？田舎だと何でも許される感じ？全く違ってて草。捏造はしょうもないで。お前のねじ曲げた解釈なんか1ミリも信用できるかよバーカ。普段の行いだよ。捏造だけはやめてくれ。大事なところは何一つ言わなくて草。逃げないってもう土俵際なんですが。それな。逃げないという割に確信部分には何も触れずにうやむやにする気満々。不信感しかない。捏造一切なしできつい。ここまでひどい開き直り始めてみたわ。マジで鹿の島の住人と家族に謝れよ。島の感覚なら許されるという発想が差別的だよな。どんだけ田舎者をバカにしてんだこいつ。どう考えたって男遊びだろうが。裏を返せば一致の通りやな。なんならエッチのがマイルドやないか。ブログはスタッフが書いてそうな雰囲気あったけどこれ検閲通ってんのかな。言うてもこれくらいしか言い訳しようがないやろ。一日考えてそうだ、ひらめいた島育ちだったから男女の距離感がわからなかったことにしようだとしたら、まあ泣けるな。あまりに情けなさすぎて。ブログもそうだけど交際関係だけは否定して他の具体的な行動については一切否定してくれないんだな。ブログの方は苦しい言い訳してるなくらいにしか思わなかったけどこれはひどいな。言わない方がマシ。いや妻子持ちと深夜に二人だけで会うなんて大人どころか中学生でもやばいってわかるだろ。曲解するわけでもなんでもなく普通にすれたい通りの意味で草。チンピラやん。どうして田舎の女はこんなのに。12月だけで7回も会ってるのかよ。島育ちとか関係ねえじゃん。しかしイケメンでもない奴と一緒にいただけで叩かれるなんてかわいそうすぎる。口説かれてんのよそれと誰か教えてやってほしい。自滅してるだろこれ。アンチって捏造までしてくるといよいよ自分らも犯罪者だぞ。抵抗あるなしの問題じゃない。この男も店のプロフから削除されていなかったことにされてる。見苦しい。素直に認めれば少しは軽減されるのにやることやってバレたら言い訳だもんな。長文のメッセちょっと草だった。島育ちって全国の島育ちに失礼だろ。すんごい周り警戒してる写真撮られてるのにやましいことしてないってなんなんだよ。だったら変装もすんなよ。こういうずる賢いとこ見せてくるのは与田のキャラじゃないな。島育ちのレッテルバリはロタ。自分が良くても相手の奥さんが嫌ならやっちゃダメなんだよ与田ちゃん。無理があってはロタ。炎症するだけだろこれ。周りの目を気にしながら異性と密会するのが島育ちなのですか？確かに。何もやましいことがなくて、その自覚もないなら周囲を警戒しながら閉店後のジムに入るの警戒なんてしませんよね。文春に喧嘩売ってるとしか思えん。こりゃ追撃来るな。16歳の時ならこの言い訳で通ったが。ブログも言い訳からスタートしてるよね。まずは自分の件で心配とご迷惑かけたって謝罪が先で次に経緯説明でしょ。20歳超えた社会人なのにこういう一般人常識ないから分別できる行動も取れないんだよ。島で育ったからじゃなくて与田個人の人間性の話だろ。与田トークタブも結構与田アイコンの歌辛辣になってきてるな。やっぱ人としてずれすぎてて怖いよね。周り警戒しまくりのくせにこのくらい普通だと思ってたは同性からもクソ嫌われるムーブだろ。ついでも島育ちのくだりは失笑してるな。今までそういう関係を平気でブログやらモバメやらに載せてたらこの言い訳は通用するけどな。与田、弟が女の子とプリクラ撮っただけでチャラいだの過剰に反応してなかった？本当に男女関係のない世界の心なの？純粋無垢アピールは桃子クラスにならんと無理だばい。なんかもうダッチョは黙ってた方がいいと思うトークも含めて。見苦しすぎる。東京に来て芸能界に入ってアイドルやって何年経つんだよ。鹿の島って地続きの観光地なんだがな、島のイメージとは少し違うんだよな。
ずっと友達作らなかったのになんでこの妻子あり男とは地元の友達レベルの仲になったのかという最大の疑問。恋愛感情以外の動機が見えないんだが。最悪の言い訳でようやく目が覚めました。さようなら。妥当かな。ご愁傷様。他に真面目に頑張ってる子をしてやってくれ。お疲れ様。毒牙にかかりそうな柴田ゆなちゃんを見守ってやってくれ。ヨダちゃん本当に肝が据わってる。乃木坂一のメンタルの持ち主じゃないか。言い訳のように聞こえるかもしれませんが、これほんと好き。篠田の不倫はしてませんと奇想家のようにネタを投下してくるな。相手方への謝罪が入ってないのはオタ向けのメッセージだからまあ仕方ないにしても、島育ちだからはアクロバティックすぎるだろ。アンチ増えるでこれは。あかんって。オタクにも地元の友達のように接しろよ。こいつ地元ってそればっかり言うよな。地元を言い訳にするのもいい加減にしろ。ジムやめます。今後はそのトレーナーとも会いませんと言えば済むのになんで書けないのかねー。今まで乃木坂のあまたの先輩が外で男とのツーショット撮られて追い込まれたのにお前もやってしまったのはなぜ？それも島育ちだから仕方ないことなんか？握手だなヨダちゃん。誠実さが欠ける言い訳はやめた方がいいぞ。ましてや育った環境を言い訳にするのは見苦しい。お前もう7年目やろ。神奈川とか星野の県で何を学んだんだよ。もうちょい潔い子だと思ってたんだが。地元民を敵に回したらあかんやろ。仕事なくなるぞ。どこら辺が地元民を敵に回したことになるんだ？島育ち、世間とずれてる。とことんずれて理解してないアホなのか、開き直ってるクズなのか。そもそもただの友人と忙しい時期に2日に1回ペースで会って2人きり長時間や深夜飲み歩きやシーシャバーが良い。そのアイドルとしての行動についてはどうなのか、と。鹿の島行ったことあるがこっちでいう江ノ島のイメージなんだよな。このトークが運営の検問通ったっていうところも今更ながらに衝撃。それな。もうアンチ挑発するように通したとしか思えん。5期に副陣枠開けるために自爆させようとしたのかもしれん。よかった。島育ちだから仕方ないんだ。ヨダお前はもう船降りろ。これでもやめなくていい。4期と5期はどんどん真似しろな。もうこれ、私を慰めてくれていたゴンゾーがいなくなってつい寂しくなりくらいの弁明の方がマシだったな。全然抱いてなかったやんあのヤギ。完全に対応ミスったな。アホだわ運営。これはきついなさすがに。マチュよりひどいことになってきてるやん。フリーだけはほんとあかんよ。自分たちは才能のある芸能人かもしれないけど相手の奥さんや子供はそうじゃない。もし一人で子供を育てるってなったら本当に大変なことで人生が一変するんだよ。22歳がそれを想像できなくてどうするんだ。22歳で結婚もしてなきゃ子供育てたこともねえんだから想像力なんて所詮そんなもんだろ。そこはもうちょっと普通に考えてやれよ。とはいえアイドル業としては一切弁護できねえけどな。島育ちの千鳥大悟。不倫2度、酒とタバコが生きがい。あながち無理な言い訳ではないのかもしれない。篠田麻里子に負けてられないとばかりにどっちがクズか選手権でもやってんのかよだわ。離島出身だからといって原始人ではないし全く普通の倫理観を持っている。出身のせいにしないで個人として責任に向き合ってほしい。嘘ばっかりやな。運営が作ったのかこれ。スパッと謝罪して卒業した方が未来あんじゃね。俺はヨダちゃんの気持ちわかるよ。言い訳すればするほど苦しいけどこれ黙ってられない理由があるんやろな。そういえば担任の先生とやたら仲良さそうだったよな。説得力はある。地元民まで敵に回して頭悪すぎて草。あまりにひどい言い訳でトーク解除しようか迷ったけど、まだ面白そうな言い訳が来そうな雰囲気もあるから迷ってる。お前らならどうする？もう通常メッセに切り替えるって言ってるんだからもう来ないよ。彼氏持ちを募って虚しくない。彼氏の養分じゃん。むしろ今から取ろうかと思ってるんだが。むしろこっからが島育ち。
ここで覚えてないと回答した男の言葉が聞いてくるな。謎の忘却。アスカちゃんの卒業なのになんとも思ってないんだな。この時期大切にしようとか。よりによって12月に頻回に会ってたってのは心象悪いよね。夏頃の出来事を掘り返されたのならまだしも。乃木坂に愛はなかった。ヨダは辞めたくても運営に止められてる可能性はゼロじゃないけどな。運営からしたら辞められた方が損だからね。一番いいのは減給。島育ちって言うけど中学高校は普通の学校なんだろ。神奈川や星野の県で何も学んでないのかよ。言い訳下手すぎて、また島育ちの人イラッとさせるような内容で、悲しくなるわ。島育ちイライラで草。マジで C 社は否定してないのな。言い訳のように聞こえるかもしれませんが最高のスパイス。言い訳する際の枕言葉で笑えるね。これなら言い訳させていただきますとの方がなんぼかマシだったかもしれん。記憶違いだったら申し訳ないけど浜田辰臣くんとのただの文房具の貸し借りすら全力否定してなかった？そういう目で見られることを知ってる人だったような。神奈川も友達だって言ってたと思うけどヨダオタが友達ならセーフって言うならそれでいいんじゃね？東京に6年以上いて島育ちだからってアホかこいつ。120% 嘘なのになんで苦しい言い訳するんだろうね。在籍してもずっと言われ続けるんだから、認めて謝罪してすぐ卒業するのが一番いいでしょ。逃げないと言いながら全力疾走で逃げる。島育ちトレンド急上昇してて草。社会人が友達に収録で会うわけねえだろ。恋人でもなかなかそこまでは会わないよ。じゃあ40代独身のキモオタとも一緒に食事行けよ。40代独身165センチぽっちゃりハゲかけキモオタとも一緒に食事行けよに修正してくれ。自分で不倫認めちゃったのかよだ。頭空っぽで何でも言っちゃうタイプだから運営コントロールしてやらんともっとボロ出るんじゃ。島人ヨダ爆誕。恋愛関係にあるかないかは、当事者の内心以外誰にもわからないし、一方で他者が恋愛関係を想像するのは、当事者の行動以外にありえない。島育ちや男女関係なく育った生い立ちを理由にするのはあまりに拙すぎる。それくらいしか言い訳の余地ないやん。ツイッターの信じるよとか寄り添うよとか、どんだけ頭お花畑なの？そいつらが金払うだけだしどうでもよくねえ？案の定ツイッターで島出身の人ぶち切れてて笑った。まあそりゃあ気分は良くないよな。どこまでも欲しいんだな。言い訳に自分のふるさとを使うなよ。島育ちだから腰に手回すし C 社するし仕方ないわ。そりゃ島育ちだしな。俺も島育ちだからヨダのおっぱいも見たいんだけどいいですか？島育ちが多目的トイレみたいなワードになってるな。ああ最悪な流れになってきたな。もっと考えて書けよ。信じるのも、信じないのも自由だけど信じてる派が Twitter っていうトレンドに乗っちゃうもので擁護するのよくわかんない。ここで燃えてますよって周りにアピールしてどうすんの？頭数をアピールしたいんじゃないかね。応援してますとか信じてますとか全然共感できないけど。俺も今度遅刻した時に横須賀の島の中で育ったんでルーズな感覚があって言い訳するわ。完全に大失敗やん。運営何やってるんだよ。しかし島育ちで許されるなら、例えばおかひなだってバレエ一筋で情報管理という意識がなく、普通にプライベートの写真を送る感覚で MV 撮影の写真も友達に送ってしまいましたで何の問題もないよな。この弁解をよく検閲は通したものだ。よく考えるとおかひなが謹慎させられたのかわいそうよな。アイドル精神年齢加入1年目相当の子であるなら謹慎して再研修が必要だという発想も必要だと思うけど、ヨダちゃんは研修する必要がないしっかりした社会人って思っていいの？ありえないけど肉体関係なかったとしてもこの年末の仕事が立て込んでる時期にコロナ感染の可能性のある濃厚接触マッサージ会食 C 社をものすごい頻度で繰り返している。その上 C 社で下手すれば喉の調子を悪くする可能性もある。プロ意識のかけらもない。
神奈川もちょっと大きめの島育ちだからしゃあない。それ言い出したら北川以外みんな島生まれやん。C 社には触れないのな。これも否定欲しいわ。それは事実だし、犯罪じゃないから問題なし。アイドルとしては終わったけど、YouTuber が島の人に低層関連についてインタビューしに行く動画出たら見るぞ。ツイート見てると信者以外はほぼ島育ちのくだりを批判してるな。そりゃそうだよな。マネージャーのチェックがあるんだろうけどマネージャーもダメだな。謝罪するときは言い訳じみたこと言っちゃいけないんだよ。自ら油を注いでいくスタイル。これも島優ですか？もう東京出身のメンバーしか押せないね。今まで散々島育ちを武器にしてきたくせにやらかしたら島のせいってダサすぎるだろ。以上、与田祐希、弁明トーク到着後のオタたちの反応をまとめてみました。ちょっとさすがに擁護しきれんでしょ。怒りとかはないけどただただ残念だし失望しちゃった。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。